ナムルの部分は完成。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。オッケー、完璧。うまっ。これはやばい。マジでうまい。もうこいつの恩恵をコチュジャンもちょっとだけプラスで入れていく。皆さんおはようございます。今が7時15分なんですけども、今日はさっき起きて、で、これから朝ごはんの準備するんですけども、今日も一応3食作ろうと思ってて、今日作るのは、ビビンバを作ろうと思ってて、これも、一気に3食作って、1日すべての食事を朝のうちに作っていこうと思います。というわけで、これから早速作っていくんですけども、今日も1日、トレーニングと、食事、両方頑張っていきたいと思います。というわけで、早速作っていくんですけど、今日使う食材を紹介していきます。まずはお肉は、鶏の胸ミンチを使います。で、これは2つ合わせて608g。いつも通り1食 200g あたりを、食べるっていうような感じです、お肉は。本当はビビンバって牛肉を使うと思うんですけど、僕は一応トレーニングをしているということで、今回は鶏胸肉のミンチで代用していきたいと思います。で、野菜がえのきと、あとはほうれん草、あとは人参2本を使います。これで、ビビンバを一旦作っていくっていうような感じです。で、まずは人参からいきます。で、人参はまず頭を落として、下の部分も落とします。で、今回人参は皮のまま使いたいと思ってるので、皮は剥かずに使いたいと思います。ナムルなんで千切り状にしていくんですけども、切り方は人参を斜めにまず切っていきます。斜めに切ってあげて、こんな感じで薄く切れたら、もう一回同じ包丁の向きで斜めに切っていきます。同じ方向で、先切った方向と同じ方向でもう一回切ってもらえれば千切りにしっかりなるので切っていきます。こんな感じでしっかり千切りにできたので、一旦お皿に移していきます。ちょっと量多かったかもしれないので、人参は多分1本で十分だと思います。3食分だったら。2本使ってしまうと多分5食とか6食分ぐらいになっちゃう量になっちゃったんで、人参の量は多分1本ぐらいがちょうどいいと思います。で、次はほうれん草を切っていきます。しっかり洗ってあげたので、この一番下の部分だけ、まずは切り落としていきます。で、切り落としたので切っていくんですけども、もうこれもざく切りで大丈夫なので、だいたい4センチぐらいの幅でざっくり切っていってください。これもナムルにするんですけど、ナムルにするときに炒めたら水分出て縮んでくれるので、だいたい大きさはそんなにこだわらなくても大体の大きさで大丈夫です。大体4センチぐらいかな。で、次はえのきなんですけども、えのきはまず石突きを落としていきます。これ僕のやり方なんですけど、袋を開けてからこの石突きを取っちゃうと結構周りに飛び散って汚れちゃうので、この袋に入ってるままこの石突きの部分を切っていきます。で、こうすることで飛び散らずに、汚れずにできるので、もうこんな感じで袋に入ったまま、捨てることできるので、僕的にはおすすめです。で、あとはこの袋に入ってるやつをもうお皿にとりあえず移して、で、ある程度、裂いてあげる。いい感じに。リングもナムルにしてあげたらしっかり縮むので、別に切らなくても食べやすい大きさになるので、特に切る必要はないかなと思います。こんな感じで。とりあえず野菜の下準備はこんな感じで OK です。ここまでだいたいもう5分もかかってないぐらいなので、もうむちゃくちゃ簡単に今日のやつはできます。ここから焼いていくんですけども、ちょっと具材が多いので、一つずつちょっと今回は焼いていきたいと思います。で、油は、ごま油本当は使った方が美味しいと思うんですけども、僕はちょっとトレーニングしてるので、今回はオリーブオイルでいきたいと思います。で、本当はでもごま油の方が美味しいと思います。ここはお好みで大丈夫だと思うんですけども、今回はオリーブオイルでいきます。ちょっとだけ。ごま油は使ってないんですけども、他で味付けしっかりするので、僕的には別になくても大丈夫かなというような感じです。まずは人参からいきます。もう一気に入れちゃって、この状態でしんなりしていくまで炒めていきます。いい感じに火が通ってきてしんなりしてきたので、ここに味付けしていきます。味付けは鶏ガラスープの素を入れていきます。これも量は適量で、こんなもんで、これでもうしばらく炒めていく。次はほうれん草を炒めていきます。ほうれん草はちょっと水分が多いので、水分を早く飛ばしたいということで、一旦強火で焼いていきます。で、こんな感じでしっかり火が通ってきたので、ここにも味付けしていきます。で、味付けはもうさっきと同じ鶏ガラスープの素をだいたいこんなもんで、これでしっかりなじませて、ほうれん草は OK で、あとほうれん草は水分がめちゃくちゃ出るので、こういうキッチンペーパーで拭いてあげるとより味が美味しくなるっていうような感じです。なのでしっかりこの水分はしっかりキッチンペーパーで拭き取ってあげた方が味もしっかり出て美味しいと思います。で、最後はえのき焼いていきます。
で、のきもこんな感じでしんなりしてきたら、鶏ガラスープの素でちょっとだけ味付けしていきます。OK。ということで、これで一旦ナムルの部分は完成。で、最後に鶏肉を焼いていくんですけども、この鶏肉にはしっかり味をつけていきたいと思ってます。でも2つとも入れていきます。で、ニンニク生姜入れていきます。大体でこんなもん。生姜もこんな感じでいい感じに火が通ってきたので、ここに味付けしていきます。味付けはもうシンプルで、もうどこの家にでもあるようなやつなんですけど、もう酒と醤油とみりんのこの3つでいきます。全部これを1対1対1で混ぜ合わせていきます。量は僕測らないタイプなので、全部1周。みりんも1周。酒も1周。で、あとは鶏ガラスープの素を入れていきます。適量で大丈夫です。で、これでしっかり味がつくまで炒めていきます。むっちゃ簡単でしょ。10分ぐらいでもう3食分一気に作れてると思ったら全然楽勝っすよ。ちょっと忘れてたんですけど、今回温泉卵もしっかり作っていきたいので、こっち側の五徳でお湯を沸騰させていきます。忘れてた。ということで炒め物が全部終わったので、3つの容器にお米2合を、均等に分けました。で、この上に具材を、乗せていきます。まずは鶏肉から1つだいたい 200g、 目分量で 200g ずつ。めっちゃいい匂い。じゃあ次はこのナムルたちを3つに分けていきます。本当は温泉卵を最初から作っとくべきやったんですけど、ちょっと僕ド忘れしてて、作る時間はちょっと長くなってしまってるんですけど、本当やったらもう10分15分ぐらいでもう一気にできちゃうので、マジでおすすめです。 OK。 じゃあこんな感じで3等分に分けることができたので、最後はコチュジャンを乗せていきます。端っこの方にこんなもん。で、あとはこの上に温泉卵を乗せたら完成なので、温泉卵を一旦作っていきます。温泉卵の作り方は結構簡単で、沸いたお湯をまず火止めてもらって、で、この中に卵を入れていきます。しっかり割らないように3つ入れていきます。止めた状態の中に卵を入れてあげて、で、この状態で10分待っていったら温泉卵になっているので、一旦10分待っていきます。ということで、あれから10分経って温泉卵完成しました。温泉卵はすぐに冷やすとしっかり温泉卵になってくれるので、すぐに冷やした方がいいです。で、本当は氷水が良かったんですけど、ちょっと僕氷切らしちゃってたんで、ちょっと冷水でやったんで、ちょっと失敗してるかもしれないんですけど、多分成功してるので、この上に温泉卵を乗っけて完成です。成功しててくれ。多分成功してるはず。お願い。OK。完璧。ということで完成しました。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。これはやばいっすよ。ということで、これが今日の1食目で、残りの2つはまた冷蔵庫で保存して、トレーニング終わった後と夜に食べるというような感じです。よし、ということで完成したので食べていきたいと思います。この温泉卵をしっかり潰して、ビビンバなんで、しっかりこうかき混ぜてあげて、コチュジャンとかも全部混ぜ合わせて食べていきたいと思います。これはむちゃくちゃうまいと思う。本当はごま油使ったらもっと美味しくなると思うんですけど、僕はボディメイクのために食事をしているっていうところもあるので、今回はオリーブオイルでやったんですけど、絶対にオリーブオイルでやらなあかんっていうわけではないので、美味しく食べたいなら絶対ごま油の方が美味しいと思います。混ぜたらこんな感じ。いただきます。うまっ。これはやばい。マジでうまい。冗談抜きでうまい、これは。うまっ。これでだいたいタンパク質1食あたり 45g あるので、で、合計1日トータルでかける3なので、135。で、あと1杯プロテインを飲めば、僕がいつも150ぐらいを目指してるので、ちょうど150ぐらいになるので、男性でトレーニングしてる方だったら結構150ぐらい取るの結構難しいというか、結構大変だと思うんですけど、これを3食食べて、あと1杯プロテイン飲めば、もう150いくので、マジでおすすめです。これも1食あたり、だいたい500円ぐらいもういかんぐらいかな。多分500円いかないぐらいで1食作れるので、ちょっと余談なんですけど、この間いつも僕が飲んでるマイプロテインのプレワークアウトを買ったんですよ。いつも僕、ジムとか行く前モンスターとか飲んでるじゃないですか。モンスターとかその買うぐらいやったら、ちょっとプレワークアウトを買ってみようと思って、この間買ったんですよ。で、2回ぐらいトレーニングしたんですけど、これすごいっすね。こんなに体感で感じるんや、みたいな。だいたい1時間半ぐらいで集中切れるというか、ちょっと集中が切れてくることが多いんですけど、僕。これ飲んでトレーニングした時は、マジで2時間半ぐらいめちゃくちゃ集中してできた。僕、プレワークアウト飲んだことなかったんですけど、今回初めて買って飲んでみてトレーニングしてみた感想っていうのは、正直めちゃくちゃいいっす。びっくりした。
こんなに体感で感じるんや、みたいな。もうすごい買ってよかったです。まあ節約というか、モンスター1本毎回買うぐらいやったら、絶対こっち買った方がおすすめですし、なんかモンスターより僕はめちゃくちゃいいと思いましたね。それぐらいちょっと良かったので、ちょっと今回喋らせてもらいました。で、また概要欄にもコメント欄にも、マイプロテインのリンク貼ってまして、僕のクーポンコードも一緒に貼ってますので、プレワークアウトだけじゃなくても、まあ、プロテインとか結構今高なってきてるので、マイプロテインやったらすごく安く、まあ、まだ比較的安く買えるので、よかったらぜひチェックしてみてください。ということで、まあ、これを今日食べたらしっかりジムに行くので、今日もトレーニング頑張っていきたいと思います。ということで今ジムから帰ってきてシャワー浴びて動画撮ってるんですけど、今何時だと思いますか？ 3 時8分です。遅いなんでこんなに遅くなってしまったかというと、絶対にもうこのプレワークアウトのせいなんですよ。まあ、今日肩トレだけやろうと思ったんですけど、でまあ1時間半ぐらいやろうと思ったんですけど、ちょっとあまりにもなんか集中できすぎて、もうなんか気づいたら3時間ぐらいやっちゃってて、もうこいつの恩恵を受けすぎてるというか、もうお前のせいやぞ、ほんまに。って感じなんですけど、マジでやりすぎた。あんまりそう、やりすぎたらちょっと怪我するかもしれないんでダメなんですけど、ちょっとあまりにもちょっと集中できすぎて、やってたら1時間半ぐらいで終わろうと思ってたところが、気づいたら3時間。で、今帰ってきてもう3時。ということでもう、1食目からもうめちゃくちゃちょっと時間空いちゃったんですけど、で、もうめちゃくちゃお腹空いてるんで、朝作ったビビンバを温めて、早速食べていこうと思います。それにしてもプレワークアウトやばいっすね。こんなもんなんすか？僕なんかめちゃくちゃなんか影響を受けてるじゃないですけど、めちゃめちゃ効果感じるんですけど。ということで早速、ビビンバを温めて、食べていきましょう。お腹すいた。ということでビビンバを、今 650W で3分温めたので、この上に朝作った温泉卵を乗っけていきます。マジで腹減った。やりすぎたらまた怪我しちゃうんで、ちょっとやりすぎは良くないんですけど、あまりにも集中できすぎて、ちょっともう自分でもびっくりしてるんですけど、肩だけのつもりが胸までやってしまったっす。朝ちょっと入れ忘れてたんですけど、ごまも入れていきます。ごま入れたら絶対もっと美味しくなるんで。ごまと、ちょっと味濃いめにしたいんで、コチュジャンもちょっとだけプラスで入れていく。オッケー、食べよう。マジで腹減った。電車の中でもめちゃくちゃ腹減って、途中ちょっとコンビニで買おうかなと思ったんですけど、まあそこは我慢して、せっかくまあ朝作ってるんで、最後の食事からもう何時間ぐらいや ?6 時間ぐらい空いちゃったんで、さすがにちょっとまずい。いただきます。まあ。いやでもそれにしても筋トレはマジで楽しい。最高。まあこの楽しいっていう感覚を僕は大事にしていきたいと思ってるので、あくまでも筋トレは楽しむのを目的にしていこうと思ってて、まあ料理も同じなんですけど、高タンパクでめちゃくちゃ美味しいものっていうのを、まあ見つけていきたいというか、まあそれも楽しみながらできてるので、まあこれからも続けていきたいとは思ってます。ということでまあ今日は高タンパクのビビンバを作ってみたっていうような感じです。まあこれもまあ3食一気に作れるので、朝作ってしまえばまあそれ以降料理することはないのですごくおすすめですし、めちゃくちゃ美味しいので、またぜひ作ってみてください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。